さんこんにちは、角鹿のりこうです。本日のテーマは前回受けたこちらのお正月花のリメイクということで早速やっていきましょうか。はい、ということでこちらのお花はたった3本でいけたお正月花になりまして、前回ねこちらの動画で詳しくご紹介していますので、まだ見てないよっていう方はぜひ合わせてご視聴いただければと思うんですけど、 NG の器なんていうのをご紹介しまして、こちらその時に落選した器になるんですね。今回これだけ立派な花材だったので、その特徴をマックスで活かせればなと思ってこの器を選んだんですけど、2作目リメイクでこの器を使っていけていきましょうかっていう話になりまして、改めてね今撮影してる次第です。ですので今回のお花も前回同様たった3本で出来上がるお花になりますので、ぜひ今回の動画も合わせて参考にしてみてください。ついでに前回この水引き、松にこうやって引っ掛けたんですけど、カメラ越しだとどうやってつけたかわからないかもしれないので、ここで補足しておくと、こんな感じで細い針金で2箇所こうくくりつけています。で、松にこうピッと止めることで、滝のような綺麗な水引きが下がってくると。これも良ければ参考にしてみてくださいね。で、今日のお花はちょっとスケールダウンするので、前回のお花かなり立派だったんですけど、今回は玄関とかちょっとしたスペースに飾れるんじゃないかなと。で、前回もお話ししたんですけど、今回この動画から見始める方もいらっしゃるかもしれないので、毎年私こういったいろんなお正月花をご紹介してるんですね。で、今日この後もまたご紹介するんですけど、メインの枝を使った本格的なお正月花もあれば、落とした脇枝を使って本当にちょこっと飾れるような、そんなお正月花もご紹介していますので、まだチャンネル登録がお済みでない方は、この機会によろしければポチッと押していただいて、で、再生リストお正月花に過去の動画まとめてありますので、気に入ったお正月花を見つけて、ぜひチャレンジしていただければなと思います。ぴったし。で、今日はリメイクなので本当にパパッといけていければと思うんですけど、前回使ったこちらの松が結構立派だったので、この伸びやかさとかを活かしてスラッと主役に縦にいけたんですけど、今回のお花はですね、この松を脇役にしていこうかなと思っています。ですので、使う部分は、これも前回落としたものになるんですけど、この途中から分岐して枝分かれしているこの付け枝、この4本でいけていこうかなと。ということで、まずはこの枝分かれしている部分であと2本も落としていく。こんな感じですね。で、こっちのメインのスラッとした枝は、今ご紹介したように過去の動画で、ここだけを使ったお正月花というのもご紹介していますので、今日はこれは使わないんですけど、そういったお正月花でも使えるので、ぜひぜひ参考にしていただければなと。そしたらまずはこちら。今日の主役となる難点を生けていく。で、前回は松をスラッと高く生けたんですけど、今日はこの難点を一番高い位置に生きていこうかなと。で、器とのバランスで言うと、もうこのまんまの高さでいいんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとだけ切りましょうか。ユリが今日立派なので、あんまり低くしてしまうと逆に下ユリがボテボテっと見えてしまうので、少しだけ切っていく。で、前回同様枝物というのは下の部分を半分ないし十字にこんな感じで割ってあげると水を吸う面積が広くなるので水揚げが良くなります。そしたらこちらをスラッといけていく。向きとしてはこういう感じが理想かな。とりあえずこんな感じで、これも前回ご紹介したんですけど、こういった細い口というのは花材がどんどん詰まってくるとこうスラッと立ち上げることもできるので、今この状態だとこうやってフラフラしちゃうんですけど、この開いた口に花材がクッと入ることでこんな感じでピタッと止めることができるんでね。ですのでとりあえずこんな感じでいけておくと。そしたら前回同様こちらのユリで、今花材と器というのがこの器の口の部分できっぱりと半分に分かれてしまってるんですけど、ねじめといってこういった花材がこう入ることでこの植物と器に関わりが出てくるので、よりこう全体に一体感が生まれると。その役割を前回同様このユリの花でポンと締めていこうかなと思います。まあしかしユリというのは本当に香りがいいですね。とりあえず1本目はこんな感じ。そしたら2本目は、2本目といっても、今生けたよりはこの1本から枝分かれして咲いてた花になるので、前回に引き続き合計3本でというところでやっていこうかなと。そしたら続いてこちらを1本目のユリより少し高さに変化をつけて高めに生けていこうかなと思うんですけど、前回よりスケールダウンしてるので、このまんま生けてしまうと、今一番高いユリのつぼみと主役の難点っていうのが高さがほとんど一緒で喧嘩しちゃってるので、ここよりは2輪目が高くなるんですけど、でもこの部分は少し低くなるような、そんな位置を狙って
いけていこうかなと。まあこんな感じなのかな。あと一回このつぼみを落とすという手はありますね。ちょっとまだ難点と喧嘩しちゃってるので、そうしましょうか。一旦これをいけていく。この2輪目のユリの器の口からスッとこっちに伸びる感じいいですね。まあ逆にこのつぼみもこのまんまでもありか。本当にもう少し低いとよかったんですけどね。この分岐してる部分で切ってしまうとかなり短くなってこの辺りに入ってきちゃうので、とりあえずこれでいきましょう。そしたら先ほど落としたこちらの松の付け枝、これを中心部分に丁寧にいけていく。1本はこんな短かったので手前に入れていきましょうか。手前にスッと貼るように。あらかわいい。こんな感じで短めのものを中心にふわふわっといけていく。一番長いのはこの辺りにスッといけていこうかな。で、先ほどは前回いけたのできちんと葉っぱ取ってあったんですけど、水に浸かる部分の葉っぱというのはこうやってきれいに落とすと良いですね。OK。今回は前回より花瓶の口が細いのでもうかなり詰まってきてますね。これぐらいならまだ入りますけど、入れようと思えばあと1本ぐらいは入るかな。中心部分をこんな感じで松の付け枝でふわっとまとめてあげると。そしたら前回同様最後に水引きをいけていこうと思うんですけど、前回は松がかなり高い位置に伸びてたので上からさーっと下げたんですね。でも今日は中心部分から松が短めにパーンと弾けるように入ってるので、こちらの水引きも少し扇状に開いてあげて、で松と同じように中心部分からふわっと広がるようにこんな感じでいけていこうかな。でちょっとこの水引きの太さだともう細い口に入らないので、そういう場合はですね、これもまあちょっとした小技になるんですけど、水引きというのは別に水に浸かってなくてもいいので、こういう竹串とかにブスッと刺して、で適当な長さで切って、そうすると水引きのこんな太いのを器に入れなくても、この竹串の細さで器に引っかかってくれればいけることができるので、これもまあちょっとした小技というかアイデアですね。切った竹串を水引きのとこにこうスススーッと入れていって、でそうするとこんな感じになるので、この竹串の部分を器にスッと刺せばこの太い水引きもふわっといけれると。もうお花というのは本当にこういうちょっとしたアイデアやテクニックで一気に綺麗に飾れますし、このチャンネルではそういったいろんなテクニック、小技、あと綺麗に飾るポイントなんかをたくさんご紹介していますので、ぜひこの機会にチャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。更新する上でとっても励みになっております。ということでこれで前回のこちらのお正月花をリメイクしたちょっとした花瓶でたった3本で生けられるお正月花が出来上がりました。はい、いかがだったでしょうか。本日の動画が面白かった、ためになったっていう方はチャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバイ。